絶望トークということで、パチ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 はい、では、早速1個目いきましょう。人生最大の失敗談。最大じゃないですけど、直近で言うと前回なんかものづくりで影響を受けた作品は何ですかって書いてあって、これを言おうと思ってたやつがあったんですけれど、それを言い忘れました。それが最近の失敗です。人生最大の失敗なんですけれど、いっぱいあるんですけれど、本当の失敗とかって放送とかで言えないですよね。まあ本当のガチの失敗はね、本当のガチの失敗はさすがにドン引きされるからね。そうですよ。でもしかも聞いてても楽しくないし、まあね、でもそれを生み出した原因ってなんだろうなっていうことを考えるんですけれど、一緒に働く相手を選ぶのをミスった時ですね。なるほど。相性が悪い人と一緒に働いちゃうとすごく失敗するっていう時に、でやっぱりそれ序盤で分かるから割と分かるよね、それね。序盤でこの人無理だなって分かるんですけど、それが分からない時とか終盤でその人が出てきた時に大きいトラブルが起きるっていうのがありますね。それが僕の失敗ですね。最初は結構ね調子のいいこと言ってるけど、だんだん開発終盤になってさ、いろんな人間性が出てくるじゃない。そうですね。でそうなってくると結構本性を表して、こいつもう嫌やってなることあるけどさ、会社間だったりサラリーマンとして仕事やってると、これチェンジっていうわけにはいかないじゃん。そうです。でも俺割とチェンジって言いますけど。それ言えた？とかそれ言えた？僕さんのことよくこうダメな人だなって話で、そのダメな人という意味では所詮はですよ。ダメな人としてですダメなんですけれど、動機も分かるし、なんだろうな、そこまでバカじゃないから。でもさんはなんだろうな、ロジックとしては分かりやすいし、なんだろう、すごく僕は人間としては嫌いじゃないんですけれど、一緒に仕事するのは面倒くさいなっていうタイプの人だなと思います。どっちかというとそういう感じよりももっとなんか純粋に嫌だな、この人嫌だ、人間として嫌だなっていうことが後で分かるとすごく失敗したなっていう気持ちになりますね。なんか自分を守るためにすぐ嘘をついたりする人がよくいるんですけど、よくいるよそれ。よくいます。すごく多くて、なんか注意しても治らない人が困る。まあ困るけど、そんなやつばっかやんこの世界っつうかさ。いやでも序盤で分からないですか、それ。大体分かる。だからもうこれこっちでコントロールせんとあかんなっつって、結局こっちで無理くりやっぱりやると嫌われるっていうね。それでも嫌われるのは別に仕事だから。まあもう全然へっちゃらだけどさ、こっちでうちがやります、じゃあんたダメだからみたいに序盤でできてたら問題ないんですけれど、それが終盤にまで害をなすとすごくしんどいですね。しんどいよね。めんどくさいですね。けど今はね、だからもう完全フリーでさ、独立してるから、物事はっきりもね、でも俺も代表だからはっきり物事できるけどさ、サラリーマン時代はそうはいかんかったやろ。そうですね。だからサラリーマン時代飲み込むしかないんだ。相性悪い人とかやっぱりいましたけれど、やっぱり一定のパーセントでいるんですよね、全然合わない人って。いるよね。それは会社内でも会社外でもやっぱりいて、サラリーマン時代も当たっちゃったりするんですけれど、その時はなんかうまくその人と関係ない仕事をしてもらったりとかっていう、そういうやり方でなんとかごまかすことはできてたかなっていう気がしますね。なるほど。そうやってね、みんな結局ごまかしやっていくしかないんだけどね。実際はね。そうですね。だから消えてなくなるわけじゃないしさ。なんか絶望トークっていうと、僕なんかもう人付き合いが下手だったっていうことに尽きるんですけど、それが僕の絶望を生んでて、だから会社辞めた後にすごいストレスがなくなったんですよね。なるほど。人間がやっぱり少なくなるから関わる。登場人物がね。一緒に仕事したい人とだけ仕事すればいいじゃないですか。だとするとすごく気持ちが楽になりました。そこはちょっとフリーの強みかもね。そうですね。会社で良かったなと思うのは、そういうわけわかんない人とかいっぱいあって適応してったっていうか、やっぱり世の中いっぱいいろんな人がいるから、そういう人たちとも話さないといけない状況って、フリーになってもいっぱいあるから、それが学べたのは良かったなっていう気がしますね。なるほどね。さあでは続いていきましょう。自分の短所は何だと思いますか？なんだろう、これ今まで出てきた人で自分の短所は何だと思いますかって言って、その人の口から出てきたことって絶対その人の短所じゃない気がするんですよね。結構確かにね、みんな意外ななんか言い回しというかね、ちょっと意外で面白げな話をすると思うんですけど、それは本当の短所ではなくて、他人が多分気づくと思うんですよね。そうね。だから俺の本当の短所は松山さんが言えるんじゃないですか。俺は分かんない。意外と自分では分かりにくいのかな。確かにな。けど自分では実際に分かってないんだと思うね。
で分かってなくて周りからよく言われるお前こういうとこあかんぞっていうことの積み重ねやと思うのね。1票2票3票で入ってって、俺ねよく言われるのはなんかこうよく知らない人からは、松山さんって絶対血液型 B 型でしょって言われがちなのよけど知ってる人からするといやいやどう考えてもこいつ A やんってやっぱ言われるんですよ。私は A 型なんですよ、でめちゃめちゃ細かくて几帳面なんですけど、なんかこう番組とかあとインタビュー記事とか、なんかメディアとかでそれだけ見てると、なんか確かにそういう風にやっぱ見えるんやなっていうのはね、やっぱよう言われるね今でも。でも俺から見た松山さんはメディアのインタビューとかに出てる勢いのある調子のいい感じと、生の松山さんあんま変わんないですけど。マジで？そうなんか番組に出てる松山さんも几帳面に感じますけど、普通に。そう、なんだろう、ふざけてやんちゃしてるとは見えないです。松山さん頑張って俺のお面見てますね。ここまで頑張れた人なんかいやいや3回に1回ぐらいちゃんと見ようとしてるその意志の強さすげえな。俺のお面って言うてもうてるし俺の方からですけれど、やっぱりみんななんだろうな、生の本見始めるんですよ。いや普通はそうだよ。忘れるんですよマスクのこと。だけど松山さんもう本当にグイッと意志の力でねじ伏せるように俺を見始めるっていう一応ね絵面的にこいつ動かないからさ、だって頑張ってんだと思って。松山さんって僕乾いてる人だと思ってて、乾いてる人って何かっていうと、いくら水を注いでもちっともたまらない人なんですよね。例えば会社を大きくしてってこのぐらいまでいけば会社を大きくして満足だとか、こういう作品を何本作ってこれまでいけばなんだろうな、俺はもう人生満足だみたいなことをいつまでやっても満足を感じないタイプの人っていうのがいて、その乾いてるタイプの人。そういう意味ね。なんかユニクロの社長とか同じタイプだと思うんですけど、ユニクロって死ぬほど巨大で死ぬほど利益上げてるんですが、あれまだ全然足りなくてまだまだ利益上げるぞって言ってて、本当は俺頭おかしいって言うんですけどそういう乾いてるタイプですよ。なるほど。だからいつまでもゴールが出てこないタイプで、僕は全然すぐ近くにゴールがいっぱいあるんですぐ満足しちゃうんですけど、松山さんはいつまでも乾いてるなこの人はと思ってそれが原動力になってるってことですね、きっと。それこそユニクロの社長さんみたいなね、考え方っていうよりかはいつ終わってもおかしくないまず環境があるじゃない、俺らのこの仕事って。それをとにかく終わらせたくなくて必死っていうのがやっぱあるのよ。将来の夢って何ですかって聞かれると毎回この仕事を一日でも長く続けることですってやっぱり言ってもらうんだよ。でそれぐらいやっぱこのクリエイティブの世界って明日いらないって言われるかもしれないし、そうですね。なんでそういう意味でのこう緊張感とね枯渇感は確かにあんなって思うね。続けたいのがやっぱりゴールなんですか？死ぬ直前のギリギリまでものを作って残して死にたいと思ってる。なるほど。渾身のいいものを作ってそれを人生の最後にしようみたいな意識はあんまりなくて。全くないね。そうなんですね。僕今50歳で、松山さんまだ49。今49ですよね。よく話題になるのが人生であと何本ゲーム作れるんだみたいな話がよく出ると思うんですけど、俺あんまり考えたことなくて、それいやもう正直言うともうゲーム作れなくてもいいかなみたいな気持ちがあるんですよ。普通になんか残りの人生生きていければ緩やかに年金とかで暮らしていければいいかなってよく思ってて、今はたまたまお仕事があるからやってますけれど、一番最初に僕ゲームのディレクションした時にドラッグオンドラグーンというゲームなんですけれど、それが出た時至らないところがいっぱいあるんですけど、それは能力の至らなさで自分がやりたいと思ったことをなんとか頑張って成し遂げるっていうことをやったんですよね。でそれがやれたんでもうなんか後悔はなくて、その時に終わった後に思ったのは残りの人生は余生だって思いましたそういう考え方なんだ。そうです。だから僕ドラゴンドラゴン1以降は余生でなんかいろいろやらせていただいてるっていう感じですね。けどその余生の間にニーアオートマタが生まれるわけでしょ。そうです。ニーアオートマタはヒットしましたけどね。ヒットしたんですけれど、僕の才能っていうよりはプラチナゲームズさんとスクエニっていうブランドを斉藤さんがうまくガッチャンコして僕のテイストをかけた斉藤さんが偉かったなっていうふうに思います。いやもちろん斉藤洋介もすごいと思うし、プラチナももちろんね、すごいとは思うけども、これはもう本当一、お金を払って遊んだプレイヤーとしてね、言うけど今まで横尾太郎作品で俺も全部見てきてるけど、今までで一番というよりも初めて横尾太郎が考えているゲームデザインや世界観っていうものに体がついてきた現場だったんだなって思ったのよ。なるほどね。で今までもねそのマインドはあったけど全然体がついてきてなかったじゃん、それぞれの現場で。だからやろうとしてることはやっぱ作り手だから分かんのよ、こう触ってて。だけどもう気持ちはよく分かるけど全然成立しとらんってやっぱ思ってた部分があって、やっぱニーアオートマタでそれがカチリとやっぱハマってね、
これはすごいなってやっぱ思ったね。そのあたりやっぱり、プラチナさんのパワーなんでしょうね。僕プラチナさんとやるときに毎回言うんですけど、ゲーム別に面白くなくていいってよく言ってて、面白いゲーム世の中にいっぱいあるから別に僕らが作る必要ないじゃんっていう話をして、僕らはその面白い何かのゲームじゃなくて、今から作るものをオンリーワンとして捉えていただくために作るっていう。だからそれが絶対つまんなくても別にいいじゃんって話はよくしますね。面白いことがファーストではない。それにしても面白いのアベレージは随分高かったけどね。オートマトですよ。だからオートマトだから本当にプラスでタウラさんのおかげで。田浦さん含めね。そうですね。現場のやっぱすごさはあったよね。